さんこんにちは、漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。あやすくんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回の企画なんですけども、はい。あんまり TikTok 二人とも見ないでしょ。見たことない。いやー、ほぼほぼ俺も見たことない。我々 TikTok についていけてない世代代表なんですけども、今 TikTok で、待って、なんだっけさっきのあれ。ちょっと待って、使わなすぎてちょっとフィルター名を忘れてしまったんだけど。先生も同じレベルじゃないですか。そうなのよ。ちょっと待って。私も使いこなしてない世代代表だから、ちょっと待ってね。TikTok にね、最近あるトレンドにちょっと入ってるんですけども、レッツトーク絵文字っていうフィルターがあるんですよ。それフィルター名なんだ。フィルター名。レッツテイク絵文字。レッツトーク絵文字。あ、トーク絵文字。フィルター自体は多分人の顔を認識して、その上にランダムでね、3つ絵文字が出てくる。はい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 。で、その出てきた絵文字でなんかトークするなのか、私もちょっと正式な使い方はわかんないんだけど。でもこれがね、お絵描き系の人たちの中で多分今人気で、坊主っぽいキャラを描いて、それを顔の上に絵文字をポンポンポンと3個ランダムで出すのね。で、そこで出てきた絵文字の3要素を足して、そのキャラクターを完成させるっていう。なるほど。これ面白いなと思って、やっぱ絵の練習になるじゃない。はいはい。発想力がない人はそういうとこから発想力をもらえたら。なるほど。わかる？その自分のなかった引き出しがこう出てくるんじゃん。インスピレーションを。ちょっと楽しそうだね。だから、ちょっと TikTok ついていけない世代の我々も、YouTube でこれを挑戦したいと思います。やりたい。TikTok でやれよって話だけで、ど。なんかね、なんかわからないんだけど、確かにねまず坊主のキャラを用意するのがデフォルトみたいなの。あ、そうなんだ。だから、我々まず坊主のキャラクターのイラストを用意してきました。こちらです。だから書かされたんだ、このそうだぞ坊主キャラを。ちょっとみんなの見えるようにここに並べようか。でもさ、思ったんよ俺は。この坊主キャラがよ、もしだよ。認識しなかったら終わりだよな、俺ら。確か坊主キャラが、もしね、これ、認識されなかった人は、自分の顔でやってもらいますね。しょうがない。まず私はいいよ。この二人大丈夫。いや、認識するでしょ、これね。坊主だよなってね。そっちだね。S 君の目充血してた。いや、ちょっとミスっただけ。だからね、まず、そういう問題じゃなくて、斎藤なのにだっては、逆でしょ逆なのよ。S 君と同じなのよ、そこ。まあ、じゃあ、これを早速ね、アプリで読み込んで、どんな風に出るかやってみたいと思います。じゃあ、私の早速いきたいと思います。はい。ちょっと顔認識してる。いける。出てきた。いいね、いいね。ピエロ口紅脳みそなんだけど、怖っ。ピエロ、口紅、脳みそ。怖い。何これ怖い。なんかあれじゃない、ジョーカー的なジョーカー的な感じだ。そうだね。ちょっとじゃあどんな絵になるかわかんないけど、ちょっとこれでやっていきたいと思います。じゃあ次、斉藤さんのいきたいと思います。顔認識がある？顔認識はするでしょ。いや、この平和な顔だよ。平和なスタンプしか出てこない。いきますよ。はい。斉藤、一応いってる。やった、おめでとう。ほら、やっぱ平和なやつが出てきた。拍手。拍手とブロッコリー。むずくない？人じゃないじゃん。人じゃない。人じゃない。オッケー、これでいける？じゃあいくよ。やるしかないね。はい、じゃあ次最後 S 君のいきたいと思います。俺らは絶対顔認証するから大丈夫だよ。俺も結構平和なやつ出ると思うよ。さあ、いけ、最後 S 君。来た。目がちゃんと認識してんのすごい。ロボットクマ、で。大変。ロボットでも人間出た。そうだな。オッケー、いいですか？じゃあこの要素が出てきたので、今からこの要素を足したキャラクターのお絵描きをしたいと思います。いやー、結構みんな難しいやつ来たね。ちょっとわかんないね、どうなるか。これでもみんなよく考えたよね。これで絵の練習しようって。いや、これすごいと思う。豚とブロッコリーの妖精を体に下ろさなきゃな。あとこれじゃない？これ違うか、こうか。そうか。こうだったっけ？みたいな。そう。ハイタッチ的な？なんか、ね、確かハイタッチのスタンプなの。これマジで本当にすごい発想力が鍛えられるね。でもちょっと楽しいね。ストーリーがうまい。そうだね。ピエロの難しい。ピエロ本気で難しい。島のピエロとか書いたことある？書いても、なんか同人誌とかでないの？ないよ、そんなの。もしかしたらライブ配信のなんかこういうやってんよ、うちもなんかお題に合わせてやろうみたいなさ、みんなの考えた。そこでなんか一度ぐらいピエロが出てきたこともあったかもしれないぐらい。豚がいるやん。ストーリーが浮かんじゃったよ。これなんか漫画的な感じになっちゃった？ちょっともうね、漫画的な気持ちになっちゃった。なんかでもこれはさ、結構みんな TikTok のさ、やつを見てるとさ、やっぱ新本先生レベルにさ、みんなちゃんと人間を人間
に書いてるうまいよ、すごく。感じじゃん。なんかうまかったねう。まかったじゃん見ちゃうよ、うますぎて。上の要素をちゃんと人間に落とし込んでやってるじゃやん。ばいじゃん。俺ら人間に落とし込んでないもんね、もう。でもいいんだよ。このうまさと下手さでこの対立すればさ、そうだよな、確かに。気楽にみんなこれをチャレンジできるよね。確かに。あ、こんなんでもいいんだ、みたいなね。そう、っていう枠を俺らは今作ってあげるわけね。そう。すごい上手い人と一瞬で下手がススって入ると、ちょうどいいバランス。なんかプレッシャーすぎなくてちょうどいい。わかるわかる。そうやりたいけど、この画力ないからこれできないよみたいな思ってる人たちも、これでいいんだみたいなね。じゃあやってみようっていう。それを俺たちは提供する側ね。そう。ほっとする安心。いやTikTok のね、素晴らしい絵の中ね、よく二人してそれを私は出せるなと思って今ね、その二人のメンタルの強さにね、驚いてる。それがね、やっぱね、TikTok を見たことがないのよ、ほぼ。だから何にも気にせずに出せるってそうなんよな。メンタルの強さよ二人してTikTok をほぼ見たことがないんだよな、本当に。イラスト完成しました。はじゃあ、早速、誰から行こうかな。自信ある人から。いや、俺結あ構オッケーオッケー自信あるんだよ。じゃあ、自信ある人だから。行こう。エスクの元、こちらです。はい。出たやつはロボットとティディベアと、こうなんかベッてしてる人。ベッてしてるやつうん結構難しいよね。じゃあ、この要素を足して、エス君はどんな人ができたんでしょうか。イラストにしてください。これですね。ロボクマじゃん。ロボクマなのよ。で、俺は、この要素をどうやって足したかっていうと、こいつはロボットなんよ。で、顔の表情が、この人間、ちゃんとこれも、人間も、こっちの人間をこれ描いてるわけよ。違うやつじゃん。ちょっとそれ、やめろそれよいいんだよこいつここに書いてんだよ。それで、ここに、スロットの機械みたいなのがあるわけよ。え、すごい。ピーンって引っ張って、トゥルル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 みたいな。これ引っ張るやつなんだそうそうピーンピーンピーンつってこう3人出た時に、こいつがピピーンってなっすごいて、顔が変わるんよ。待って待って。顔が変わるのそうじゃなくて、顔が変わるの。こ顔が変わるんだよ。こが変わる。ここじゃないんだよ。こっちなんだ。そうここ、スロットなんだ。袖ある。袖じゃねえ。いいんだよ。傷こっちないけど、こっち袖ある。こういうの袖とか言っちゃいけないからね。まあじゃあ、エス君はこんな感じで、まあロボットでも、君はベイをちゃんと入れました。一応全部入れたからね。まあ確かにちゃんと入ってる。要素は入れたから入ってる。そうだねはい。確かに確かに。クマがこういう感じで来るとはね、耳があるし、なぜかね。そうそうそう。じゃあ次、斉藤さんのイラストいきたいと思います。まあ、斉藤さんの元のやつは、こんな感じで、何こう、手そう手とブロッコリーと豚です。うん。さあ、それが変わったイラス結ト。構難しいよ、これ。見せてください。もうね、いきます。こっから、はい。うんこれ。すごい難しかった。漫画みたいになってるよ。漫画みたいにとかそういう話、漫画にもなってないよ。いやいや、待って。これはね、あれを見たときに、うん。すごい難しいの、このスタンプと。うんまあ確かに難しい。で、思ったときに、うんやっぱイメージで浮かんだのは、うん。豚がブロッコリーハウスに帰ってきたっていうのがこれブロッコリーなの？これブロッコリーだよ。うわ私やたら木はうまいと思ったよ。確かに、木うまい。これ、絵文字のブロッコリー見たからだ。いや、なんかこの豚に対して、ブロッコリーだけだ、木だけうまいと思って今見てたんよ。ブロッコリーってさ、こう、線がわかるわかるわかる。やっぱね、ブロッコリーから先に描き始めたのよ。あブロッコリーハウスに帰る豚を描いたら、なんか足はちょっとお股が変になっちゃったけど、で、あ。川渡ってんじゃん、こうやっそうそうて。いや、川じゃないでしょ。え道でしあ、道か。やばいな、道だった。川だと思っちゃった、これ。川またいでるみたいな豚。こうやっいやいて。や。行こう、新本ょ。オッケーオッケー。ー。じゃあ最後私に行きたいと思います。これですね。はいはいはいピエロ、口紅、脳みそっていう。これ結構難しいよね。なんか確かにヘビーだよね。ごめんなさい重かった。結構重いんよ。ねで、確かに。描いたイラストがこちらになっております。うまーうまこちらはですね、ちょっと私もでもやっぱストーリー生まれちゃったんよ。うまっストーリー生まれちゃった。待って待って、そのストーリー一緒やんだとさ、これとすごい差が出るからやめて、これとこれでストーリ
リーが、なんか、世界観よ。待って。まあ、ストーリーはストーリー。ストーリー、これまず、少年が主人公ね。少年なんよ。で、少年はちょっとこのピエロみたいなのをちょっとこうモチーフにしている男の子で、まあ、色なんなかったけど、髪とかもちょっと赤なんかな。気はちょっとしてる。だけど、可愛い少年なんよ。そこに近づいてくる女の綺麗なお姉さんたち。はいはい。を、彼は最終的には大量殺人鬼みたいな感じで、殺してコレクションしてるんよ。うわ、ピエロと最のみそ初おはね姉さんに可愛がられた口紅があるんだけど、あーすごいそのお姉さんを殺してその口紅を奪って多分これがお姉さんの残骸でここに瓶にそのナンバリングしてるんよ。え、すごい本物の漫画じゃん。すごいストーリーをいや、なんかもう G ファンタジーとかわかんない。なんか、わかるわかる。熱心に出られる。そういうジョーカーじゃんちょっとジョーカそうじゃないジョーカー。要は彼自身がやっぱだからピエロだったっていうオチ。かっこいい。かっこよーいやだからすごいやっぱこういう企画なんよ二人とも。すごいこれイラスト実況するのですごく良かったね。うん、まあ楽しいよね。まあなんかこう自分の引き出しをうさ、んてかめっちゃ頭を使ったよ。そう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 。ね、だから、あとこういまあいい。うきっかけないとなんか格好的になれないそうだから、よねそうアイディアが楽しい。そうで、TikTok に結局は最後ほら、これ投稿できるわけじゃん。できるまあだから友達同士でやって、最後は TikTok でこうバズを狙うみたいな。おいいんじゃないかなと。別にその絵がどうのこうなんのでね。で先生今笑ったのふざけんじゃねえぞ。みんな自信を持ってほしいよね。そうだね。 30過ぎてこういうことがあるから。楽しいよ。ということで、まあみんなもよかったらね、挑戦してみてください。はよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタン、まだ誰のが一番良かったかコメント欄で教えてください。いやストーリーは下先生がやっぱ一番いいね。まあそうね。あ、でもちょっとわかんない。そうだよね最近こう、うちのチャンネルも割と物好きみたいな人がいてあ、、本当？私のよりも S 君と斉藤さんの方がいいですって人いる。本当に物好きがいていいことだよ。ありがたいありがたい。ということで、まあちょっとそこも期待しましょう。で、よかったらまた他の動画でお会いしましょう。ママカのしもちと。アシスタントの斉藤と。はい、安くでした。バイバーイ